こんにちは。公認クリエイターの葉月です。装備更新をいつしようか悩んでいます。本です。さて、今回のお話は火力を盛る仕組み、威力上昇値の計算方法についてお話ししていきます。始まるよー。はい、今回の動画は実際の装備画面を使ってどのような計算方法で威力上昇値が計算されるのか実際に計算していこうと思います。この動画を見ていただくと防具をいつ更新するのか大まかな目安を立てることができるようになりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは火力を盛る仕組み、威力上昇値の計算方法についてお話ししていきましょう。とっても気になるのポン。早く教えてほしいのポン。それではまず基本的な部分からお話ししていきます。武器、防具をすべて外し威力上昇値をゼロにした状態からまずは何もついていないレクレ L アーマーを装備してみます。レクレ L アーマーは 4.0% の上昇なのでそのままのパーセント分がステータスに反映されます。次に2つ目の何もついていないレクレ L アーマーを装備してみます。威力上昇値の上昇量は 4.1% の上昇となっています。ここであれって思われる方がいらっしゃると思います。そうなのポン。レクレ L アーマって 4.0% の上昇ポンから合わせて 8.0% の上昇じゃないのポン。そうだね。私も最初はそう思ってたけど実際には違うみたいだね。見ていただいている通り実際には 4.1% の上昇となっています。これは元々のレクレ L アーマの数値 4.0% に今装備しようとしているレクレ L アーマの数値 4.0% が乗算掛け算で計算された数値です。計算方法はパーセントを計算するには小数点の数字に変換することで計算することができます。実際の計算は 1.04×1.04 なので 1.0816 となりパーセントに変換すると 8.16%、 小数点以下1桁までの表示となるので 8.1% の上昇となります。なるほどポン。次にパワー4がついているレクレ L アーマーを装備してみます。それぞれの威力上昇値はレクレ L アーマーは 4.0%、 パワー4は 3.0% です。上昇量は 7.7% の上昇となっています。特殊能力の場合も乗算掛け算で計算されますのでそれぞれをかけていきます。計算方法は先ほどの合計値 1.0816×1.04×1.03 なので 1.1586 となりパーセントに変換すると 15.86%、 小数点以下1桁までの表示なので 15.8% の上昇となります。すごいのポン。どんどん効果が大きくなっていってるのポン。また武器についている特殊能力も同じく掛け算で計算されます。パワー4がついているプリム刀を装備すると上昇量は 3.5% になります。計算方法は先ほどの合計値 1.158×1.03 なので 1.1933 となりパーセントに変換すると 19.33%、 小数点1桁までの表示なので 19.3% の威力上昇値となります。はい、以上が火力を盛る仕組み、威力上昇値の計算方法です。葉月ちゃん、今の説明でなんとなくわかったかな？とりあえず防具の威力上昇値も特殊能力の威力上昇値も全部掛け算で計算されるってことポンね。そういうことだね。それでは基礎が分かったところで実際の装備を見ていきましょう。葉月ちゃんが今現役で使っている装備構成の合計の打撃武器威力は 146.4% です。こちらの装備構成を実際に計算してみましょう。先ほどと同じように小数点の数字に変換して計算を行っていきます。まずオクトスアームは 4.5% の威力上昇値なので 1.045 になります。次にそれぞれの特殊能力を小数点の数字に変換します。グラディエソール LC は 3.5% の上昇なので 1.035、パワー4は 3.0% の上昇なので 1.03、ギガスマ ST は 3.25% の上昇なので 1.0325、ハイエアルドミナ LC は 2.75% の上昇なので 1.0275、ハルフィニリア LC は 3.75% の上昇なので 1.0375、そしてエディ系は 4.0% の上昇なので 1.04 にそれぞれ変換することができます。
それではこのオクトスアーマの打撃武器威力の上昇値を計算してみましょう。 1.045×1.035×1.035×1.0275×1.0375×1.04 なので 1.2752 となりパーセントに変換すると 27.52%、 小数点以下1桁までの表示なので 27.5% の上昇値となります。オクトスアーマのページ2に計算されてる数字があるのポン。そうだね、親切に掛け算で計算されてる数値がページ2に表示されてるね。残りのオクトスアーマ分はページ2の数値を使って計算してみようね。先ほどの1部位目のオクトスアーマの 27.5% に2部位目のオクトスアーマ 27.8% をかけ、さらに3部位目のオクトスアーマ 25.6% をかけていきます。そして武器についている特殊能力をそれぞれかけていくことでステータスに反映される合計の武器上昇値を出すことができます。計算方法は 1.27×1.27×1.256×1.03×1.0275×1.04 なので合計は 2.461 となりパーセントに変換すると 146.1% となります。実際のステータス画面では 146.4% となっていて若干のズレが発生していますが、おそらく実際の数値は表示されていない分の数値を計算されていると思われますので少しだけ数値が大きくなっています。とはいえこの手計算をすることで大まかにどれくらいの威力上昇値を持っていくことができるのか今回の計算でご理解していただけたかと思います。すっごいのポンね。掛け算で全部わかっちゃうのポン。そうだね、防具の威力上昇値と武器と防具それぞれについている特殊能力を全て一つずつ掛け算で計算すると合計の威力上昇値を出すことができるね。それはよーくわかったのポン。ところでそれが何なのポン。何かに使えるのポン。美味しいのポン。何に使えるのって思っちゃうよね。ということでここからがこの動画の本題です。冒頭で防具をいつ更新するのか大まかな目安を立てることができるようになるとお話ししていました。ところで葉月ちゃんは何を目安に防具更新したいって思うかな。ポンはその防具に 5.0% の威力上昇値がついてたら強化したいなみたいに考えちゃうのポン。そうだね、防具の元々の威力上昇値が高い数値だと強化しようってなるよね。じゃあ仮にだけど来たらいいなって思ってる防具に今回計算した全く同じ特殊能力をつけて今回の手計算を行うと何がわかるかな。合計の威力上昇値がわかるのポン。そうだね、ということは特殊能力を固定しちゃえばどのくらいの威力上昇値を持った防具が欲しいっていうのがわかるのポン。そういうことだね。素の防具の数値だけ変えて同じ特殊能力をつけて計算することでどれくらい強くなれるのかがわかる。つまりどれくらいの威力上昇値を持った防具が来たら強化しようかなっていう目安になるっていうことだね。なるほどポン。早速計算してみるのポン。ということで今回手計算したものを使って再度計算してみましょう。武器に関しての特殊能力は先ほど計算した特殊能力の構成で数字に変換すると以上のようになります。防具に関しての特殊能力は先ほど計算した 27.5% の特殊能力の構成で3部位分数字に変換すると以上のようになります。そして今回計算していく防具の素の威力上昇値は 5.0%、5.5%、6.0%、7.0% の防具で計算していきましょう。どれくらいの威力上昇値になるのかすっごいドッキドキなのポン。まず防具だけの威力上昇値を計算します。それぞれの威力上昇値は以上の通りです。そして防具は3部位分なので ×3、その数値に武器分の特殊能力をかけてあげると防具 5.0% は 152.8%、防具 5.5% は 156.3%、防具 6.0% は 159.9%、防具 7.0% は 167.2% となりました。ポンの今の装備が 146.4% ポンからどれくらいから考えたらいいのポン。そうだね、特殊能力が LC で構成されたもので計算しているから現状の特殊能力の構成で考えるなら
スノボーグに 5.5% の威力上昇値がついてると作り替えを考えたらいいかなって思うんだけど、思っちゃうポンけど、理論値構成を目指すのであれば最もと強くなるし、もちろん新しい特殊能力も追加されてつけていくと思うから、防具 5.0% で考えてもいいかなって思うよ。なるほどポンね。ちなみにどれくらいが目安になるのポン？私は 10% 以上上がってほしいかなって思うよ。なるほどポンね。実際にこの特殊能力をつけたらどれくらいの威力上昇値になるのか、素材を集める前に計算しておくと、こんなはずじゃなかったっていうのを防げそうな気がするのポン。そうだね。特に新しい特殊能力が追加された時、装備を作り変えようかなって思った時に事前に計算しておくと、こんなはずじゃなかったっていうのが少なくなるかなって思うよ。了解しましたなのポン。こちらは次回新しい理論値構成が来た時にまた計算してみましょう。ちなみにですが、デュエルクエスト用の装備で武器に 7.0% の特殊能力を6つ、オクトスアーマ 3V に 7.0% の特殊能力を6つつけた状態で計算すると 478.8% の上昇となりました。うわー、これはとんでもないなのポン。はい、ということで今回の火力を盛る仕組み、威力上昇値の計算方法についての動画はいかがだったでしょうか。事前に計算しておくとこんなはずじゃなかったっていうのを防止できると思いますので、ぜひ電卓を持って計算してみていただければと思います。そして反映された威力上昇値を実際の戦闘を通して試し切りしていくのが火力検証ですので、今後の火力検証も合わせて見ていただければと思います。さて、先日10月のアップデート情報 NGS ヘッドラインが放送されました。この10月のアップデート情報は不透明な点がかなり多くあったと感じましたので、次回のお話は10月のアップデート情報のお話をしていこうと思います。この10月のアップデート情報が気になる、やる気、元気、はずきな方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上となります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。